どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話しさせていただきたいと考えております。ブルース・リー。主翼名、リ・シャオル。今更説明など一切必要ないと言える。まず前提として、世界的に有名な映画俳優。そのような紹介が妥当かと考えます。その彼が出演した映画、それらは未だに映画史の中に燦然と輝く名作として語り継がれ、鑑賞し続けられる。特に燃えよドラゴンの日本での人気ぶりはもはや社会現象とも言えるものがありました。そしてブルース・リーは同時に武術家であり格闘家でもありました。幼少の頃よりストリートファイト、英春拳、ボクシング、さらにはダンス、フェンシングなどの経験を経て、それらをもとに独自の武術であるジークンドーを創始、その無駄を排除し、あらゆる場面において対応できる体系を現在の総合格闘技の先駆け的な存在でもあると語られる場合もあると言います。その生き方、あり方、パフォーマンスはスクリーンの中を超えて、その彼の日々の生活、トレーニングまでもが広く影響を及ぼしており、世界の構造そのものを変えたとさえ言われており、まさしくアジアが生んだ大スターだと言えるでしょう。そんなブルース・リーは極真空手の創始者である大山松達を題材にした空手バカ一伝の中でも紹介されており、その実際の強さ、彼が映画の中で見せた技の有用性、その議論というものは彼が登場して以来白熱、その勢いは未だとどまることを知らないと言います。そんなわけで今回はそこに焦点を当て検証させていただきたいと思います。当初は今回1回の検証である程度語ってしまおうかとも考えていましたが、彼の動きを見れば見るほど驚きの事実がいくつも浮かび上がってきたので、まずは今回その中でも燃えよドラゴンで行われた一つの戦い、そこにスポットを当ててお話しさせていただきたいと考えます。言わずもがな、彼が世界へ向けて放った渾身とも言える一作である。日本及び世界の人気爆発のきっかけとなった作品、そして彼が非業の死を遂げてから公開されてしまったという、まさに劇的とも言える流れを生んでしまった作品とも言えるかもしれません。英題をエンターズドラゴン、竜の上陸、登場、推測、そういった意味合いの言葉にブルース・リーの独断で変更されたというところからも彼の意気込みが伝わってくるというものでしょう。その中で取り上げさせていただきたいのは、ブルース・リー演じるリーが招かれた同門であり破門されたハンが所有する島で行われたボウ・ウォール演じる小原との戦いです。まず衝撃的だったのが、手のひらを合わせた状態から打ち込まれる裏剣の一撃。シンプルに速い。すいません、まるで素人みたいなベタベタな感想もありました。ですが正直、このスピードというものは格闘技を長年見ている私から見ても感嘆すべきものがあると言いました。スピードというものは一朝一夕に身につくものではなく、純粋なその動きの反復練習、それのみにより磨き上げられていくもの、さらには当然体重なども関係しており、加えて天性のものがかなり大きいウエイトを占めていると言います。そういった意味では彼のたゆまぬため、
鍛え上げられた無駄のない肉体、さらには神に選ばれた素質がこれだけの神がかったスピードを実現させたと言えるかもしれません。しかも話によると、映画では速すぎて観客の目に止まらない恐れがあるために微妙にスローモーションをかけていたという話まであると言いますが、ここもスローモーションをかけていたとしたら、実際はどんだけ速いかと思うと、なかなか戦慄すべきものがあると言います。見事に腰が入り、体勢も的確なバランスが整えられている。まるで大砲みたいなと感心し、その後近鉄蹴りからの後ろ回しの連発であった。そしてものすごい形相でのステップインからの動きで小原が吹っ飛ぶ。後ろのエキストラが巻き添えで倒れ込む。なんか骨折、それも一説によると開放骨折した人もいるかという話。なんかすげえ迫力だと思ったら、マジ切りって何、それって映画的にどうなのと危惧していたところ、どうやらこのシーンの直前の撮影でブルース・リーが小原役のウォールの手違いで怪我をしてしまう。それにより非常に険悪なムードが流れてしまう。それを払拭するためにこのような時代に陥ったと言います。その辺の事情はさておき、それにより彼の横切りの鋭さ、その技術が明らかになったとも言えるでしょう。側頭ではなく深頭、どちらかというと後ろ切りに近い背筋を使った伸び上がるような切りは、それこそ馬のような馬力を引き出す合理的にして豪快な一撃。そしてその後行われた攻防で、私の疑惑が確信に近いものに変わることになります。突っ飛ばされた小原が怒りにビール瓶を割り、それを手に持って向かっていった。それを迎撃するためにブルース・リーが出したこと、それこそが極真空手の革命児塚本典親が開発し実践、大会で披露し技あり、そして一本勝ちという相手が立っていられないほどのダメージを与え、日本、そして世界格闘技界に衝撃をもたらした技、打ち回し。もともとは極真空手の準備運動の中に、膝を伸ばしっぱなしで股関節のストレッチとして行う打ち回しという名のものはありましたが、それを膝のスナップで跳ね上げ、顎を狙い天津さえ倒すということはそれまで考えられてさえいませんでした。そしてブルース・リーはそれに近い技術を用いて小原の肘を打ち、瓶を弾き飛ばしました。塚本典親が打ち回し蹴りを初披露したのが1990年代半ばの頃と言われていることから、その20年以上前に映像作品の中とはいえそれが用いられていたということに、私は再びの衝撃を覚えていました。逆回転で足の裏側、いわゆる一般的には土踏まずと言われる低速を用いて行う外回しというものがあり、それで相手の攻撃をさばくというものは時折散見されていましたが、これはもはや発見と言えると思いました。そして注目したいのが、もはやフラフラの小原の前切りをさばき、綺麗な上段回し切りで倒し、その後両足での飛びかかとぎ、ジャンピングスタンピングを放った後の、いわゆる一部では顔芸とさえされる会長のような雄たけびは眉間にシワを寄せ、目いっぱい口を開き、膨れ上がるほど首筋に力を入れるこの動作、いわゆる映画の中の戦いというものは縦である流れが決まっています。それゆえにどうしてもたくさんの攻防が含まれる。
どうしても実際の格闘技と比べると一発一発の重きが軽くなってしまっているように見受けられることがありました。当たり前ですが、体というものはどこを取ってみても神経が通っており、ガードしたと言ってもどこもかしこも肉体である。血が通っており、衝撃やダメージというものは多々はありますが 100% あるのです。フォロースルーという言葉があり、打った後の動作、それこそが重要という考え方もある。このブルース・リーの一連の動作、その一発の思い、それを与えた相手のダメージ、破壊力、それを如実に表すことに成功しているという意味で、非常に画期的で注目すべきものではないかと考えます。これらのより現実に近い技術、発想、そして革新が画面に緊張感、迫力を生み、その格闘シーンを見る者を引きつけ離され、魅力あるものにつながったと思われます。実際私も夢中になって画面に食い入るように前のめりになっていましたし、今回は一つの戦いだけを取り上げることとなってしまいました。語りたい、語るべき事柄はまだまだいくらでもあるので、皆様が興味を持っていただけたのならば続編も作りたいと考えていますので、ぜひ今回の動画に関してそれぞれの意見や感想をいただければ幸いに思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。